バンバビバビバビバババンババンバンバビバノノババンババンバンバビバビバビバババンババンバビバノノ。はい、藤子さんでございますよ。本日もお付き合いよろしくお願いいたします。この番組はお休み前の約1時間、10時5分ぐらいから11時ぐらいまでの間、皆様と楽しい時間を共有して、いい夢見れるライブを目指しておりますので、皆様積極的に参加してくださいませ。で、番組の前半はこのようににゃんこに夕飯の残りのカリカリと鰹節と煮干しを用意しておりますので、猫の姿がそこそこ楽しめると思いますので、猫目的で参加される方は、ぜひ番組の冒頭にスマホを握りしめ、パソコンの画面にかぶりつき、息も止めて瞬きもせず、ご視聴いただくことをお勧めしておりますよ。そしてそのままくたばらないようにご注意くださいませ。ちゃんとチャンネル登録とグッドボタンを押してスパッチャを投げてからくたばるようにしてくださいね。で、今画面に収まっておりますのが、グレーのぐーちゃん、チャトラのまさるくん。画面に収まっておりませんが、白茶のゆりさん、白黒のくーたくん、三毛猫のたまちゃんと、我が家には全部で5匹のかわいい猫ちゃんがおりますよ。で、5匹のかわいい猫ちゃんがいる生活ってどんな感じなのかなっていうのをちょっと楽しんでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、猫のことをもうちょっと詳しく知りたいよと思われる方は、概要欄のところに猫紹介してありますので、そちらを読んでいただけたらいいんじゃないのかなと思いますよ。で、同じく概要欄のところに Amazon のウィッシュリストのリンクが貼ってありますので、そちらからシーバをポチッとご購入いただければ、我が家に届く便利なシステムとなっておりますので、にゃんこにシーバあげようかなと思われる方は、そんな便利なシステムをご利用いただくことをお勧めしております。まーちゃんはカメラ嫌いだけど、抱っこさせてくれるんだよね。見た目によらずな。だから抱っこはさせてくれているけれども、カメラの方には向きません。かわいいですね。はい。で、ジャスティスしにくいな、これ。とかねえからな。1日1個、猫に関してのお話もしませんので、これから皆様と一緒に乾杯しようと思いますので、お付き合いよろしくお願いいたします。で、乾杯の時に、ジャスティスって言います。で、なんでジャスティスって言うかっていうと、後ろにいるうさ耳をつけていて、左腕が取れている黒い観音様がこの番組のチーママでございまして、名前をたけしと言いますよ。で、たけしの言葉で乾杯のことをジャスティスって言いますので、一緒に言っていただけると嬉しいです。はい。では、いきますよ。せーの。ジャスティス、たけし、ジャスティス。もうすっかり猫はいなくなってしまったな。カリカリも残っておりますね。今日は塩入りの白湯でございますよ。ね、昨日さ、煮干し乗せてやったらさ、前あげた時は朝になったらね、すっかりなくなってたんで、
まあ時間はかかるけど置いとけばなくなるかと思ってたらさ、昨日置いといた煮干しはさ、全然まんま残ってたんで、なんだ食べてないじゃんと思ってね。だから今日はちょっと煮干しを細かくしてあげて、まあそれなら食べられるかしらと思ったんだけど、なんかそうでもないね。全然、ゆりたんが、うんこを頑張ってしておりますが、床にお尻をね、くっつけて、歩いちゃうわけよね。それで、転がって、転がったまんま回ってたんで、マチャが引いてました、今ね。はい。てんたまさん、今夜もジャスティス、藤子さん、皆様、こんばんは、ボンソワ、本日もお付き合いよろしくお願いいたします。てんたまさん、最近は飛び飛びの参加ですいません。お仕事がお忙しいんでしょうかね。リア充なんでしょうかね。はい。ゆりたんが来ましたね。うんこしたらね、出るもん出たから今度は食べるんだな。まあ、食べられるし、出るものが出るということは、ね、健康でよかったよっていう感じだよな。で、そうか、今日はなんか天気予報、雨の予報だったんだよね。雨の予報だったんだけど、おねしょシーツをね、洗いたいと思ったんで、で、朝起きた時点ではさ、まだ雨降ってなくて、だから今のうちに洗ってね、で、さっさと干して、で、ね、雨が降ったら部屋干しにするかみたいな作戦で今日は朝から、洗濯して、で、ゴミ出しもあるんでさ、まず洗濯して、で、ゴミ出ししてみたいな感じでやったんだけど、なんか雨降らなそうな天気予報に変わってたから、よかったと思ってね。で、まあそのまま干していくつもりでいたんだけど、結局最初の予報通り雨が降ってきちゃったんで、なんだ、結局降るんじゃと思ってね、うちの中に取り込んで。で、その後晴れたんだよね。まあ晴れたというか、雨は上がって降らなかったんだけど、でもまた干すのもめんどくさいからいいやと思ってね。今日はそのまま部屋干しをして、まあ洗濯は一応しましたっていう感じね。明日の朝になれば、まあ乾くかな、みたいな感じだけどね。てんたまさん、リア充ではないですね。はい。じゃあ、お仕事が充実してる感じでしょうかね。そう。まあ、お仕事というかな。てんたまさん、こちらは大雨です。そうなのか。雨も気になりますが、台風も気になりますね。ねえ、ただなんか、最初の予報だとさ、私が出かける水木だけ雨みたいな感じだったのがさ、今度逆になってね、なんか水木は一応雨ではなさそうな感じに、ね、なってきてるけど、台風って言われるとな、天気関係ないじゃんか。そこよね、みたいなね、どうするみたいな。で、今日は、まあ、大阪じゃない、北海道の動画を仕上げてね、まあ、7時ぐらいになっちゃったんで、もうここからなんかね、高松の方の調べ物するのも、ちょっとなんか、時間的に中途半端だなと思ったんで、今日はやめてね、なんかね、プライオリティパスっていうのがあって、で、それについて調べてました。調べてましたというか、それについて動画上げてる人がいるかなと思って、動画探してね、で、ひたすら見てたみたいなね、感じだったな、今日はな。手玉さん。香川県は日本で一番晴れの日が多い、県ですからね。そうなんだね。それはありがたい。そうだったんだな。そうで、まあ、そのプライオリティパスっていうのをね、使ってる人の動画を見たんだけど、最初に見た女の子の動画がすごくてさ、なんか、元気だな。
元気だなと思って。多分一人だと思うんだけどさ、一人でよくこんなにずーっと喋り倒してるよなって思ってさ、すげえな、すげえなと思って。テンションもすごいけどさ、ずっとね、一人でこれカメラに向かって喋ってんだもんなと思って。いや、すごいわと思ってさ。で、なんか後半の方、外国人が後ろに映り込んでんだけれども、なんかそこの人たちにね、やっぱり一人でカメラに向かって喋って動画撮ってたら、なんか話しかけられてみたいな感じで、で、英語も喋れるみたいなんだよね。で、ウェルカムトゥジャパンみたいな感じで、話して。いや、すげえなと思って。で、それの動画に圧倒されてね、見てて。で、他にも上げてる人いたんだけど、なんか最初に見た動画のテンションがすごすぎて、いや、すごいわと思って。YouTuber ってこうでないとダメなのかと思っちゃったよね。だから、私にはやっぱり無理なんだなって、思っちゃった。ちょっとチーンってなっちゃったよね。よしさん、ジャスティース、ありがとうございます。台風1号は、1号なんだ。1000HP だから、そこまで強風と感じないと思います。そうなんだね。飛行機は影響を受けるかも。まあ、確かにね。まあ、影響を受けても、無事に飛んでくれさえすればっていう感じかな。テータさん、ヨッシーさん、飛行機影響受けますかね。思いっきりだってね、天気っていうのね、風を受ける乗り物だもんな。テータさん、動画のタイトルも人それぞれですので、ね、そうなんだよね。いや、でもなんか参考になったおかげで参考になったなと思って。いや、世の中の人ってこんなに食べるんだとかさ、いや、こんな飲むんだなって、なんかまた思ったよね。やっぱりこんだけ食べれて、こんだけ飲めて、で、こんだけ喋れる人でないと、YouTuber って無理なんだな、人気者になるのって、なんかちょっと思ってしまった今日はな。吉井さん。かなり勢力の弱い台風ですから、そうなんだ。1000ホームページじゃなくて、HP ってのはな。ハートで見えない。なんともね、まあ、飛行機は風を受ける、ね、乗り物だもんなんで、昨日だったか、おとといだかに見てたやつが、元 CA だか、現役 CA だか、もう元なんだろうな、多分な。CA が、なんだ、まあ、質問に答えるというか、なんか、よくある疑問に答えてるみたいな動画があって、それを見てたんだけど、やっぱり、体重とかで、ちゃんと左右が均等になるように、席って、決めてるらしいんだよね。だから、勝手に席空いてるからって移動すると、おいおいおいってそういうことになるらしいんだよね。で、非常口のところにある席がなんか人気あるらしいんだよ。で、まあ予約でもね、真っ先に埋まったりとかするんだけど、まあ実際当日になったらその人が来なかったりすると、席が空いてるんで、そうすると、席空いてるじゃんっていうことで、なんか移動してくる人がいるらしいんだけど、ただその非常口っていうのは、非常時の時に協力してもらうことになるから、そこの席に座る人は英語ができる人なんだって。だから英語ができない人でないと困るんで、勝手に移動するのはね、無理っていうのを言ってて、そうなんだねと思って、ちゃんとその左右の重さのバランス考えて、席なんかもね、決められてんだと思って、そんな体重を入力するところとか、ね、あったっけなんて思ったけど、まあ多分おそらく年齢的に、女性だったらこんくらいの体重で、
まあ男性だったらこんくらいの体重でみたいな。まあそういうのがあって、それで振り分けられて計算されてるのかなと思うんだけどさ。ああ、そうなんだなと思ってね、そんなになんだ、シビアな感じで、やってるんだなと思ったらさ、いやー、ますますすごいなと思って、あんなに飛行機たくさん飛んでるのによ、いちいちそんなことやってるんだと思ったらさ、いやー、すげえなってね、思いましたよ、その話聞いたときさ。で、まあ、あとはね、最後まで動画見なかったのかなわかんないんだけど、ビーフはフィッシュみたいな感じでさ、だいたい車内、機内食ってさ、二択、和食なのか洋食なのかみたいな感じで、まあ、大概二択なんだけど、なんか33枚プレートが、入ってるんだって、箱の中に。だから33番目の人は、あの、に、あの、選べないわけよね。残ってる一択しかないのよねっていう話で、あ、そうなんだ。選べないってことあんだと思ってさ。だから、そういうことがになるのが、嫌な人は、一番前の席に座ってくださいとかって言ってて、あ、まあ確かに。確かにと思ったんだけど、一番前の席って空いてんのかなって思ったんだよね。やっぱりなんか前になんか座席がない席前に座席がない席って、足元が広いから、やっぱり人気があって、すぐに埋まるみたいなんだよね。だから、あ、そう考えると一番前座ってくださいって言ってたけど、やっぱり予約取りにくいもんなんじゃないのかななんて疑問が出てきてたんだけどさ。で、また今日別の人のね、なんか男性の元 CA が教えるみたいな感じの動画で、なんかね、私は窓際の前の方の席っていうのかな、翼が見えない方の席の方のが人気あるんじゃないのかなと思ってたんだけど、後ろの方の席、まあ窓際、通路側は、まあ用途によってね、違うけれども、まあ窓際の後ろ側の席が人気あるらしいんだよね。だから後ろ側の席を、取るコツみたいな、なんかそんな感じのことを話してる動画だったかなと思うんだけど、だからへえと思って、全然私の中ではさ、後ろの方が人気あるっていうのは知らなくて、そうなのかと思って、なんか翼が見えた方のが、その飛んでる感じがあるんで、ね、好きらしいんだよね、みんなね。そうなのかと思って。私は今まで飛行機乗ったのさ、ずっと翼が見えてて邪魔だなと思ってたわけよ。視界が遮られちゃってて、なんかもっと景色楽しみたいのに翼のせいで見えないよと思ってたんだけどさ、みんなその翼があった方のが、飛行機乗ってるなっていう感じがね、写真で撮れるんで、なんか翼が入る後ろの方の席好むっていうんでさ、知らなかった。そうだったんだと思ってね、びっくりしたなっていうのが今日はありましたね。てんたまさん。一番前の席は、一番先に避難させてくれるメリットがありますね。ああね、そうだよね。いろいろ前の席はさ、メリットありそうだよね。最初に乗れるし、最初に出れるしっていうのでね。だから前の方の席って人気あるんじゃないと思ってたら、意外と後ろの方が人気あるんだっていうのを今日知ってさ、へーって思って、でんたまさん、御巣鷹山に墜落した123便で、生還できた4名は、ほぼ一番後方の席でした。まあ、それはそうだろうね。事故が起きた時のことを考えれば、そりゃ後ろになるんだろうけど、まあ、そういうのもあんのかもしれないね。もしかしたらそういう時のこと考えて、後ろの方のがね、どこが一番安全かで考えたときに、そこの席、後ろの方をね、取るっていう人はもしかしたらいるかもしれないね。で、あとはね、後ろの方のがね、賑やかなんだって。だから、子持ちの人
とかだと、気兼ねなく、過ごせるんで、後ろの方を選ぶっていう、感じがあるらしいんだよね。なるほどね、と思って。ねえ、だからまあ私みたいに一人ぼっちのやつはね、静かな方のがいいと思うので、まあやっぱり私はまあできれば前の方にね、席取った方がいいかななんてね、それを見ながら、思いました。へえ、後ろが人気なんだとは思いつつね、結局動画聞いてみたら、まあ私には前の方が合ってるかなっていう結論になって、で、まあ一番前の席と、あと、なんだっけ、その壁がある席があって、だからまあ要は前が座席じゃない席っていうの、壁の席っていうのは足元が広いんで、またね、非常口の次になんか人気あるらしいんだよね。ただそう、非常口の方は、なんか CA さんとなんか向き合いになる席になるらしくって、なんか気まずいみたいなんだよね。そうなんだと思って。そうなんだ。CA さんと向き合いになっちゃうんだと思って。それなのに人気あるってことは、そんな、どんだけ快適なんだろうな、っていうふうに思ったんだよね。で、その壁際の席のところだと、やっぱり足元が広いんで、そこにね、子供をなんか寝かせるようなのを置いたりとか、あとはトイレに並ぶ人がそこで列作ったりとかするから、なんかまあ、快適かどうかはちょっと人によるかもみたいな、なんかそんな説明もあって、へえと思ってさ、もうね、ほぼ飛行機初めてな人なんでさ、そんなにいろいろあるんだなってね、勉強してます。なんか知らんけど、なんか知らんけど勉強してますっていう感じ。えーっと、で、たまさん、初めて飛行機に乗ったとき、パーサーの真ん前の席で、離陸時は向かい合って座ったので、緊張しましたね。そうだよね。緊張しそうよね。あ、そんで今日はさ、その、アナは、沖縄に行った時に乗ったじゃん。で、この前、エアドゥに乗ったでしょうと思って。で、今度、ジェットスターに乗るでしょうと思って。で、まあ、ピーチは調べてみたけど、ちょっと乗るのにハードルが高そうだから、まあ、とりあえず保留みたいな感じで調べはしたみたいので、で、あ、そうだ、そういえば JAL は乗ったことないと思うんだけど、と思ってさ、まあ、外国にいた時に乗ったことあるのかもしれないんだけど、記憶にないんだよね。何の飛行機で行ったのかっていうのは記憶にないからさ、自分の記憶にある中では、なんか JAL が記憶がなかったので、JAL でどこ行けんだろうと思って今日はそれ調べてみたのかな。で、JAL で調べて、で、まあ、大阪なのかなかなんかが一番安かったのかな。で、いけんのかと思ってさ、まあ、それでちょっと調べてみたんだけど、それでシートがさ、普通席、なんか J なんとかっていうのがあって、で、あとは、まあ、なんだっけ、ファーストクラスとか、まあそういう感じだったんだけど、普通席と J なんとかっていうのがあって、この J なんとかってなんだろうなと思ったんだけど、そのさっきのプライオリティパスの動画出してる人がさ、それ使ってたんだよね。あ、じゃあ私もこれをやるようになるとこれ使うことになるのかしらなんてちょっと思いながら見てたんだけど、その J なんとかっていうのは、普通席に1000円プラスすると、なんかフルフラットになるシートになるらしいんだよね。なんかたった1000円だけでね、そんだけ全然違う席になるみたいなので、なんかそれ使うのおすすめみたいな感じでね。なんか窓際の席もね、あるみたいなんだよね。ただ窓際の方は人気で埋まっちゃってたから、なんか通路側だったんだけど、みたいので。で、通路側だとなんかね、隣の
まあ通路側っていうか真ん中か。真ん中だったんだけど、そうすると隣の人との、なんか壁が、あの、離陸するまでは、空いてるんだって。だからなんかちょっと気まずい。なんかちょっと気まずいみたいな感じになるみたいなんだけど、ただその離陸すると、それ閉められるようになるんで、閉めるとちょっとね、リラックスして、そのフルフラットにして、なんか寝ますみたいな感じでやってたんだけどさ、ただ1時間ぐらいしか飛ばないわけよ、東京から大阪なんつったらさ。だから1時間で1000円プラスして、ね、寝れるっつったってさ、1時間ぐらい別に大したことなくないとか思っちゃって、なんかそのシートはね、使ってみたい気もするけど、でも1時間じゃ寝れないもんね、と思ってさ、っていう感じだったんだよね。その椅子のシステム、さ、夜行バスで採用してくれたらさ、ね、最高だけどさ、飛行機でね、それ採用されてもさ、1時間じゃんとか思って、そんなのもあるんだなっていうのをね、今日はいろいろと学びましたね、おかげさまでな。よっしーさん、藤子さん、四国にはジェットスターで行かれるのですか？そうそうみたいなんだよね。で、まだちゃんと調べてないんだけどさ、直前かなんかのメールが来たのかな、昨日だったか一昨日だったかぐらいにね、なんか旅の準備はお済みですかみたいのでさ。で、それで予約のさ、なんだ、詳細っていうのかなを見ると、なんかね、席が決まってないんだよね。だから、と思って。ね、ジェットスターじゃないと、エアドゥの時はさ、確かに席、指定する作業があったんで、指定して、でね、予約のにも、席は何番ですみたいなのが書かれてたけどさ、ジェットスターの方さ、席が書いてないわけ。で、確かになんか席指定した作業した覚えはないけど、これどういうことかなと思ったんだけど、なんか自由席っていうかね、当日までのお楽しみみたいな、なんかそういう感じなのかなって思うんだけど、まあ当日までのお楽しみであって、当日になったらあなたの席はどこですよみたいにさ、まあ決まってるならいいんだけど、入って、はい、好きなとこどうぞっていうシステムだったらどうしよう。みたいなね。なんかそんなにフリーにされたら、ってさっきの飛行機のさ、これの話あったじゃんか。なんか、大丈夫、大丈夫なのみたいなね。なんかいろいろと不安がありますよっていう感じよ。どこだっけ。てんたまさん、小金持ちシートですね。そうそうそう。ね、だからみんな、なんだ、電車でいうところのグリーン車的な、みたいなね、なんかおすすめです、なんて言ってたけどさ、1時間じゃさ、なんか映画もだから見れるようになってるんだけどさ、いや、映画見れてもさ、1時間じゃ映画最後まで見れないじゃんと思ってさ、てったまさん、高松空港のうどんだしの蛇口ですが、1年前に復活しているそうですが、休日など昼過ぎにはなくなることもあるそうです。あ、休日だけやってるんじゃないのね。平日はやってないよってことじゃないのね。よかったよ。結構さ、いろいろさ、ね、土日優遇っていうのかな。なんか平日はやってないサービスって結構あるんでさ、もうそういうことと思って今さ、とかって思ったんだけど、よかったよ。平日はじゃあやってんだな。大丈夫かな。昼過ぎになくなるか。でもな、夜だもんな、着くのな。まあ次の日、出発すると、まあそれも昼過ぎか。どっちも昼過ぎか。怪しいな。ヨッシーさん、ジェットスターは、席指定は料金がかかります。ああ、そうだった、そうだった。それで指定しなかったんだと思うな。指定してなければ当日決まります。まあ、決まるんであれば、まあ、それに従いますよ。
そうそう、確かなんか料金全然違うんだよね。なんか手荷物を預けるのも有料だし、席指定するのも有料だし、なんか食事つけることもできるっぽいんだよな。まあ食事つったってさ、1、2時間の話だろうと思って、まあ経験的にはいいけれども、なんかそんなゆっくり食べてらんないっていうか、食べ終わる前に着きそうだと思ってさ。全部いらねえなと思ってね、何もオプションつけなかったんだけどさ、それ全部つけるとさ、普通にさ、それこそなんだ、JAL だとかってさ、出かけるのとさ、同じ金額になるから、もうだったらそっちの方がいいじゃん、みたいなことになったんでね、何もつけなかったよな。てんたまさん、ペットボトルでの持ち帰りや、うどんの持ち込み、ルール違反。うどん茹でて、空のね、ステンレスボトル持ってって、ね、入れて食べようと思ったんだけどな。マナーをしっかり守りましょうって高松空港のホームページに書かれてありましたが、じゃあダメじゃん。何のためにだし汁出すんだよ。何のために。空港でバラ売りのうどん売ってたりとかはしないの？よしさん。私も席を指定していない時がありましたが、窓際の良い席でした。あ、そうなんだ。じゃあ、まあ、平日でね、利用者が少ない場合は、そういうこともあるかもしれないね。たのこさん、こんばんは。暴走は本日もしぶとくやっておりますよ。よしさん、たぬきこうじさん、こんばんは。てんたまさん、たぬこさん、こんばんは。よしさん、あ、たぬきうさぎさんだった。すみません。てんたまさん、毎日、出来たての出汁が出てきますよ。なくなり次第終了なので、お早めにどうぞ、とのことです。ねえ、出来たてのだしな。うどん、うどんにかけて食べるつもりだったのにな。うどん茹でて、タッパーに詰めて、タッパーうちないな、どうしよう、買いに行かなきゃとかさ、今日思ってたよ。思ってたのにさ、いらんかったんだな。紙コップで飲むだけですね。なんだと、紙コップ持参もダメなの。でっかい紙コップな。でっかい紙コップ持参もダメなんだろうな、きっとな。おしいさん、ジェットスターなら、成田空港駅で、じゃあご飯持ってって、ご飯にかけてもいいかな。ジェットスターなら成田空港第2空港駅で降りて、第3空港まで15分弱歩くことになります。あ、そんな歩くのね。あ、そう、歩いてたさっきのその動画見てた女の子もさ、最初、そのバスに乗ろうと思ったみたいなんだよね。バスに乗ろうと思ったんだけど、なんか第三空港行かないみたいっていうので、で、第三空港行くバスを見つけたんだけど、もうここまで歩いたんだから、第三空港まで歩きますっつって歩いたんだよね。で、その歩く道すがらが、なんか、トラック、なんだ、マラソンとかそういうリレーとかのさ、オリンピックのやつのトラックみたいになってんだよね。で、それはそういうデザインにしてて、なんか歩いてるだけでも楽しい気分にさせるっていう演出らしいんだけど、まあ、15分かかるからってことね。まあ、この前乗ったエアドゥのさ、乗り場から、京急のね、乗り場まで15分かかったから、15分かかったからね。まあ多分同じ感じだね。じゃあやっぱり時間に余裕を持っとかないとな。危険だな。花子さん。てんたまさん、こんばんは。よしさん、もしくは、バスで
第2から第3へ移動ですが、バスのタイミングが悪いので、そうなのか。ほとんど歩きます。そうなのね。ねえ、だからしょっちゅう出てるもんなのかと思ってたんだけどさ、1台出たらまた1台来てね、なんかそんな感じでやってんのかと思いきや、そうでもないんだな。たのこさん、よしーさん、こんばんは。たぬきこうじさんわら。ねえ、どっから急に出てきたって感じだったね。てったわさん、琵琶湖くんならどう立ち回るかですね。そうそうそう。だから今日の人たちの動画見てるとさ、いや、琵琶湖くんってすげえ、親近感。そう、ついつい、これ琵琶湖くんだったらね、まあ行かないんだろうなとは思うけどさ、こういう動画撮らないだろうなとは思うんだけどさ、なんかつい琵琶湖くんちらつくよね、頭の中でさ。琵琶湖くんだったらこれどうやって攻略するのかなって、ちょっと頭の中ちらつくよね。ダさん、さすがヨッシーさんは詳しいですよね。それ聞いといてよかったよ。そう、ほら、この前ね、成田のホテルのさ、温浴、温泉なのか、ね、温泉って書いてあったから温泉って言ってるけど、温浴なのかなって感じなんだけどさ、ね、で、成田空港行ったから、で、成田空港うろついたおかげでね、まあちょっとハードル低いっていうのかな。いて、そこで迷子になることはさ、まあ多少避けられそうっていうのがあるので少しは安心してるんだけど、ただそのね、第3ターミナルまで15分歩くバスが使えないよっていう話は知らなかったので、聞いといてよかったよって感じよな。ね、いろいろほんとさ、知らないことだらけだよ。ね、飛行機ってさ。で、今日見てた人もね、まあ、旅系 YouTuber なんで、その飛行機は割とね、他の人よりは、まあまあ知ってるつもりでいたみたいだけど、いや、まだまだ知らないことが多いですね、なんていうふうに言ってたから、そんなね、旅系 YouTuber ですら、まだ知らないことがあるんじゃさ、私なんか、どうしたらいいまたな、ちょっと弱気になるような感じだったよね。そうで、その、プライオリティパスっていうのを使うと、またラウンジとは違うらしいんだよね。私はラウンジ使い放題かなんかのパスなのかなと思いきや、それとはまた別で、そのプライオリティパスっていう制度があるみたいなんだよね。で、それだと、それに、対応してる施設、ラウンジが使えるらしいんだよ。だからラウンジも何種類もあるみたいでさ、その、特定のクレジットカードを使ってる人が、無料で利用できますよと。まあお金払えば誰でも使えるんだけどね。まあそういうラウンジがあるよと。まあそれは知ってたんだけどさ、それしか知らなかったけどね。で、それ以外に、なんか空港が、用意してる、ラウンジっていうのがあって、それは、なんだっけ、ファーストクラスとかを利用する人用の、あの、ラウンジらしいんだよね。ああ、なるほどなと思って、違うんだなと思ってさ、そっか、ラウンジは1個しかないと思ってたからさ、そっか、と思ってね。で、そういうとこだとなんかシャワーがあったりとかするらしいんだよ。なるほどなと思って。で、そのプライオリティパスっていうので入れるラウンジがまた別にあるらしいんだよね。で、ほーと思ってさ。で、そのプライオリティパスっていうのがなかなかなんかお得っぽいので、ちょっとそれね、やってみたい。ちょっとそれやってみたいみたいな感じでね、で、調べとったんだけど、で、楽天のさ、その、えープレミアカードっていうのがあるんだけれども、それがまあ、年会費かかるやつね。で、年会費が1万円以上かかるやつで、
クレジットカードに年会費かけるなんてさ、って思ったから、全然そんなカードをさ、作る気はしたことがなかったんだけど、どうやらそのね、空港のプライオリティパスの特典を受けるのにね、有効なカードらしくって、たった1万円、年会費1万円、まあ今消費税 10% で1万1000円かかるんだけどさ、で、そのプライオリティパスを使える施設が使えて、で、それがね、3400円分、3400円分のサービスが受けられるらしいんだよね。なので、それから足が出た分は、まあ自分で生産するなり、まあそれ未満だったらね、問題なく使えるみたいので、でね、成田空港だとカプセルホテルが、何時だったっけな、10時から6時までの間とかだったかな。が、なんか5時間使えるとか、なんか最初見た子は3時間って言ってたから、ね、時間変わったのかもしれないんだけど、利用できる時間がね、なんか3時間、なんか男性の方は5時間って言ってたけど、もしかしたら3時間に変わったのかもしれないな。まあ利用できるとか、で、あとなんかね、ボテ銃がなんか使えるようになったって言って、なんかみんなすげえ喜んでんだよね。すっげえ喜んでて、まあ喜んでる理由としては、なんか大概はその搭乗ゲートをくぐった後っていうの、もうね、飛行機乗る人しか利用できないスペースにあるサービスなんだけど、そのボテジュはそのフードコートの中に入ってるあのレストランっていうので利用できるから、まあそれで人気なのかなとは思うんだけど、ただまあそれにしても、その搭乗券を提示しないと利用できないわけよね。だから、まあね、飛行機乗らなくても利用できるっていうわけではないんだなとは思うんだけどさ、なんかボテジュみんなね、すごい喜んでるわけ。なんでだろうなんでかなと思って、そんなにみんなお好み焼きが好きなんですかっていうのがさ、すげえ不思議でさ、だって、お好み焼きで3400円ってさ、どういうどんだけ食べんのみたいなさ、すげえ謎なんだけどと思って。で、なんかボテジュってさ、こっちではあんまり、なんだろう、希少性がないっていうかさ、どこにでもあんじゃんみたいな、なんかそんなお店な感じなわけ。だから別になんか珍しくもなんともないのに、なんでそんなにボテジュ好きかねって思ってたんだよね。だからそのプライオリティパス使う人はさ、みんなボテージをさ、利用するわけよね。で、やっぱりほら、お好み焼きで3400円分なんで、お酒をみんなすごいね、注文するわけよ。お酒で元取ろうっていうかね、お酒をすげえ飲んで、で、ボテージュ食べて、みたいな、そんなんでさ、ああ、世の中の人はそっか、酒こんなに飲むんだなと。で、ボテジュだってさ、そこそこさ、なんだ、ボリュームあると思うんだよね。もうそれだけでさ、お腹いっぱいになりそうなもんなのにさ、また他の空港にね、ほら、搭乗券ないと利用できないからさ、移動するわけよね。で、そのボテージュ利用するじゃん。で、なんだっけ、セントレアっていうのがなんだか私まだ調べきれてなくてわかんないんだけど、セントレアっていうのがあるらしくって、セントレアってなんだろうな、飛行機の種類なのか、空港の名前なのか、何なのかわかんないんだけど、なんかそれがいいらしいんだよね。で、そこにある、レストランで、ハンバーガーショップみたいのがあるんだよね。で、ね、3400円分のハンバーガーかと思ってさ、まあ肉がすげえ高いとか、まあそういうことなんかね、と思って。で、メニュー調べてみたんだけどさ、まあやっぱり普通に買うんだったらね、自分じゃ普段食べようとは思う値段ではないけれども、
だから3400円のハンバーガーって考えると、やっぱりね、そんな値段のメニューはないわけよね。そう考えるとさ、元を取ろうとするとさ、ハンバーガー2個とか食べれないもんね、と思って。まあ動画の皆さんはお酒飲んでたよね。お酒飲みまくって。で、そのお酒がうまいらしくってさ、ねえ、ガンガン飲んで、で、ハンバーガー食べてたかなっていう感じだけど、なるほどなと思って。お酒飲めないと、これは元は取れないのか。すっげえ、だからもうみんなさ、一日でね、めっちゃ飲むし、めっちゃ食うし、すっげえなーと思ってね、見てたんだよね。てったまさん、ボテジュは嬉しいね。なんでそんなに嬉しいんだろう。なんでボテジュそんなみんな好きなの？お好み焼きが好きなの？てんたまさん、アルコールあるといくらでも食べれますからね。あ、そういうことなんだ。なんかその最初見てた女の子もめっちゃ飲むんだけどさ、なんか食べれば食べるほどお腹が空くんだけど、どうしたらいいのって言われ、食べれば食べるほどお腹が空くって、それはきついな。それ困るな。まあ、そういう動画撮る人にはね、ナイスな腹かもしれないけどさ。いや、そりゃエンゲル係数がもう大変なことになって、いや、困るな、その体質と思ったんだけど。なるほどな。アルコールあると食べれるもんなんだ。だからみんなあんな飲むし、あんな食べるんだね。吉井さん、名古屋の、新しい空港がセントレアです。あ、そうなんだ。なんかいくつもあるみたいじゃんか。そう。西の方のが多いみたいなんだけど、こっちの方はあんまりないみたいなんだけど、ただまあ、いくつか、ポツンポツンとはあったかな。で、まあね、西のあたりにいくつかバーって、集中してある感じだったんだけど、名古屋だったのか。そう。だから多分、名古屋の空港を利用してのかな。そのボテジュなのか、ハンバーガー屋さんなのかな。だからみんな同じとこ行ってるから、もしかして、このプライオリティパスっていうのを使えるの、まあ、世界中の、その、ラウンジ使えるらしいんだけど、まあ、海外行かない場合、国内で利用しようとすると、そのね、みんな同じとこ使ってるから、あ、ここでしか国内だと使えるとこないのかな、おそらく、みたいな感じだったな。吉井さん。名古屋はセントレアと旧名古屋空港、過去 JAL 系があります。あ、そうなのね。じゃあ、セントレアっていう、空港じゃない、なんだ、飛行機の会社の名前っていうことかな。てんたまさん、ビールあると、普段の倍食べれます。あ、そうなんだ。いや、世の中の人ってこんな食べるのかと思ってさ、すっげえなと思ってたんだけど、そういうことなのね。だいたい1回の食事で、2杯は飲んでたわけよね。最低。最低2杯は飲んでて、でね、どこだかで、何食べたんだっけ？ボテジュか。ボテジュ食べて、ハンバーガー食べて、で、うどんも食べてたかな？なんか6食ぐらいなんか6食ぐらい食べれるみたいだったんだよね。タイミングが合えば。ただそのね、空港を移動するので、そんなにはね、やっぱり時間がなくて、達成できなかったんだけど、なんか4食ぐらいしかできなかったみたいな話で。4食でもこんだけ食べたら十分だと思うんだけど、まだ食べれんのかすげえなと思って。ね、で、しかもさ、その、プライオリティパスの企画は終わった後、なんかホテルにね、宿泊するつもりだったみたいなんだけど、その途中で、今日ハイボール飲んでないなと思って、つってさ、なんか居酒屋に入って居酒屋に入って、またなんかさ、ハイボールを2杯ぐらい飲んで、なんか食べてたんだよね。
いや、すごいなと思ってさ、どこに入るんだろう。どこに入るんだろうと思ったんだけど、へえ、アルコール飲むと食べれるもんなんだね。なんか割とね、私の周りっていうのかな、ほら、自分が飲めないからあんまりね、飲みの席にさ、同席する機会自体がさ、少ないんで、普通に比べると。だからあんまり飲む人のこと知らないんだけど、そのね、大概まあ一緒に行く人っていうのはさ、飲むだけでね、ほぼ食べないわけよ。だからね、そんなに飲んだら食べれるっていうのは知らなくってさ、いや、すげえなって今日思ってたんだけど、初めてその謎が解けた。謎が解けた。そっか、アルコールで食べれるようになるもんなんだね。満腹ジュースを狂わせるのです。へえ、そうなんだね。そうで、そのさ、後ろに映ってた外国人の人たちも、なんか、ストロングゼロかなんか飲んでるみたいなこと言ってたかな。で、ストロングゼロじゃなかったっけ？なんか強いのかな、それが。でね、私も大学生の頃はストロングゼロばっかり飲んでたけど、最近はいや、飲めなくなってみたいな話してるわけよ。そんだけ飲んどいてなんか違いあるのと思ってさ。いや、すごい、みんな強めのばっかり飲んでるとか言ってて、オーストラリア人はすげえみたいなこと言っててさ、そうなのかと思って。ただそのオーストラリア人がさ、なんかコインかなんかをぶちまけてるわけよね。で、大丈夫か多分酔いが回ってますね。なんていうふうに言ってるわけよね。お前が言うなって感じなんだけど。お前が言うなっていう感じなんだけど、もう大丈夫かとか他人の心配してる余裕があるところがさ、すげえなと思うんだけどさ。で、2回ぐらいなんかコインぶちまけてて、大丈夫かっていうシーンがあってさ、2回もぶちまけたんかいと思ってさ、なんか外国人の人酔っ払うっていうイメージないけどさ、やっぱりのんべえっていうのかな、そのお酒飲む人は、あの人酔ってるとか酔ってないっていうの、わかるもんなのかね。私ほら自分が一緒にいて話してて、なんか話が噛み合わなくなってくると、この人酔ってんのかなってそこでようやくわかるけどさ、なんか顔色変えないでさ、ね、それで、あの人酔ってるな、酔ってないなっていうのはさ、全然わからないんだけど、飲んでる人同士だとわかるもんなのかね。てんたまさん、ストゼロはもはや毒物。そうなんだ。そんなになんだか違うもんなんだね。北海道さん、皆さん、ジャスティス、バスローブは使いませんが、バスタオルは使っている北海道さんです。ね、バスタオル使いますかっていう、今日は、あれだっけね、質問だっけね。てんたまさん、ミスターストゼロの北海道さん、こんばんは、確かに。ビールしか飲まれないのでしたね。そっか、ストロングゼロはビールではないんだったっけ？北海道さん、天玉さん、毎度です。で、今日は、なんでバスタオル、そう、バスタオルって使うかなと思ってさ、なんかほぼ私バスタオル使わないからさ、だから温泉施設とか行ってもさ、そのタオル貸してくれるじゃんか。そうするとね、バスタオルとさ、フェイスタオルとさ、セットで貸してくれんだけど、まあフェイスタオルしか使わないわけよね。いつもバスタオル使わないでそのまま返すんだけどさ。塩積みのところに入れるんで、もったいないなと思いながらそれ入れるんだけどさ、そんなんで、うちでもバスタオルってほぼ使わないんでさ、あるから、使わないのがずっと引き出しに入りっぱなしなんでさ、でね、なんかバスタオルってみんなはどうしてんのこれ使うのってちょっと思って、質問してみました。というわけで、
本日も竹縄ではございますが、いいお時間になってまいりましたので、そろそろお開きにさせていただきまして、調子が良ければ11時ぐらいまで毎日のようにやっておりますので、お時間合うときはお付き合いいただけると嬉しいです。で、私と人生の目的は、私の笑顔で私とみんなを幸せにすることですので、チャンネル登録がまだの方はチャンネル登録とグッドボタンを押して、スパチャを投げといていただけると、私が笑顔になりますので、よろしくお願いいたします。そっか、みんなバスタオル使うもんなんだな。バスタオル使わない私がレアだった。質問してみるもんだな。いろんなことわかるな。というわけで本日もお付き合いありがとうございました。次回も見てくれるかな？はーい。いいとも。じゃんけんぽい。はい。ではでは、いい夢見てね。おやすみなさい。バイなら。